世界のジャパンチャンネルへようこそ。クジラの肉と聞くと、ある世代より上の方にとっては懐かしい、給食に出てたといった声が聞かれるかもしれません。近年クジラの捕獲に対して様々な意見が交わされていますが、今回は捕鯨に関するあるグラフが話題になっていましたので、その様子をご紹介いたします。今回話題となっていたのがこの円グラフ。これは2010年から2014年までの5年間、世界でどれだけのクジラが捕獲されているのかを表しているグラフで、右側に先住民捕鯨、そして左側の赤枠で囲まれているグラフが商業捕鯨が占める割合を示しています。商業捕鯨の中では、ノルウェーが2800頭でトップ、日本が合計2080頭で2番目、3番目がアイスランドの650頭、最後が韓国の368頭になります。捕鯨に関して世界から非難を受けることが多い日本ですが、このグラフを見ると実はノルウェーの方が捕獲数は多いことがわかります。さらに対人口比で見ると、日本の人口はノルウェーの約24倍。捕鯨数を人口で割ると、ノルウェーは1頭あたり約1900人。一方で日本は1頭あたり約6万600人と、その差は約32倍にもなっています。つまり、商業捕鯨で1頭あたりの人口が少ない国は、トップがアイスランドの553人、2位がノルウェーの1900人、3位が日本の6万600人、4位が韓国の14万300人となり、日本が特別に捕鯨量が多いわけではないことがわかります。このデータを目の当たりにした海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。これは興味深いグラフだな。日本の捕鯨に対して非難する声をよく聞くから、他の国が日本の数を上回っているとは知らなかったよ。日本の問題は、クジラの保護区を無視して捕鯨するために南極まで進出していることなんだよ。これはより目につく狩りだし、日本はクジラの保護区を無視している。ノルウェーは自国の近くで捕鯨を行ってるからね。それに、ノルウェーの捕鯨は持続可能だからな。だから、未だに自国の水域で捕鯨が行えている。持続可能なのは他の国が捕鯨禁止を無視していないからだろう。もし市場が開かれたら、クジラはすぐに絶滅するぞ。日本は南極まで行っていたの間違いだな。今ではもう南極で狩りはしていない。自分たちの領海でのみやっているよ。捕鯨のことで日本がよく非難されてるけど、これはノルウェーも非難されるべきなんじゃないか？フェロー諸島は人口が5万人しかいないのに、結構たくさん捕鯨している印象があるんだけどな。あそこはクジラ肉が食肉の大きな役割を占めているようだから、肉の輸入はあまりしていないらしいよ。日本は大好きな国だけど、捕鯨することだけは残念だと思っていた。でも数字を見ると、叩かれるべきなのは日本だけじゃないね。日本や他のアジア諸国の問題点は、違法に捕鯨しているのが問題じゃないかな。捕鯨する対象も広くて、全体の頭数に影響を与える種を捕鯨している。だから日本とノルウェーの捕鯨は全く別物で、この2つを単純に比較するのは間違っているよ。デンマークもイルカの追い込み漁やってるよね。ある程度イルカを間引きしないと魚の量が減るから。
やっぱり魚を取るならイルカもクジラも一定数取らないとバランス崩れるよな。クジラの肉はノルウェーにとっては伝統的な食文化だからね。だから他国にクジラ肉の需要はないけど、ノルウェー人の中には定期的に食べる人がいる。クジラは多くの国の海を自由に移動してるから、もし全ての国がノルウェーと同じ割合で捕鯨したら、資源はすぐに枯渇しちゃうよ。食文化だからってノルウェーは他国に甘えているんじゃないかな。意義あり。僕はノルウェーの海洋生物学者で、北極海でミンククジラの調査船に乗ったことがあるんだけど、クジラには縄張りがあるんだよ。ノルウェーの捕鯨が持続可能なのはノルウェー政府が定めた捕鯨量にあって、その数は北極海のクジラの 0.5% でしかない。アメリカも捕鯨してるの？ちょっと意外なんだけど。これはアラスカの原住民による捕鯨で、彼らの生計を立てるためのものだよ。カナダとグリーンランドも同じく原住民の捕鯨で商業捕鯨じゃないよ。商業捕鯨ではないけど、捕鯨されたクジラの数はかなりのものだよね。原住民の捕鯨ってある種の免罪符になってない？我々カナダ人にとっては法律が絡む問題だよ。自治権や条約の権利全体に及ぶ話になるから、法律を変えない限り彼らの捕鯨を止められないんだ。でも日本の捕鯨も少数の村によって行われているんだよね。だから少数の人に捕鯨する権利があるかどうかって意味では日本も同じじゃないかな。自国が捕鯨をやめたからといってそれを他国に強制するのはおかしい話だよ。持続可能だとか保護区だとか勝手に人類が決めたことだろ。自分たちで作ったルールで勝手気ままに言い争ってるなんて、クジラから見たら滑稽で仕方ないだろうね。以上が海外の人々の反応でした。日本の捕鯨は世界的にも有名ですが、実は他の国の方が捕鯨数が多いことに驚く声が多く見られましたね。また捕鯨に関しては各国それぞれの言い分があることも分かりました。何かと話題になる日本と捕鯨の関係ですが、まずはその歴史をたどってみましょう。日本の捕鯨は縄文時代にはすでに行われていたと考えられていて、縄文時代中期に作られたとされる土器にクジラの骨の跡が残っていたことが確認されています。飛鳥時代になると仏教が伝来したことによって肉食が禁止されましたが、クジラは海で取れるので魚とみなされたため貴重な食材として取り扱われ、江戸初期まで献上品として用いられていました。クジラは捨てるところがないと言われており、肉や軟骨は食用に、脂肪は油に、ヒゲや歯は櫛などの工芸品にするなど余すことなく利用し、日本各地で産業として成立していました。時は流れ、戦後から1965年頃までの食糧難だった頃、豚肉や鶏肉を手に入れることが難しく、代わってクジラ肉は栄養価の高い安価な食材として庶民の食生活を支え、1960年代には日本のクジラ肉の消費量は豚肉や牛肉を上回っていたこともありました。1970年代までは学校給食でもよく登場し、子どもたちの健康を育む重要なメニューとして提供されることに。一方で世界では戦後間もなくクジラ産業の秩序ある発展とクジラ保護のバランスを取るのを目的として1948年に国際捕鯨委員会、通称 IWC が設立されました。当時は油やヒゲを利用するためにいろんな国がクジラを取っていたため、
IWC はクジラの保護を目的とされていました。そんな IWC も設立当時は捕鯨反対ではありませんでしたが、時代の流れで各国の考え方に変化が起こり、捕鯨反対の国が増えていき、1980年代になると商業捕鯨をしばらくやめましょうと事実上の禁止を決定したのです。その後も日本は資源調査を目的とした調査捕鯨はさせてくださいとお願いし、少しだけクジラを取っていました。捕鯨禁止なのにクジラ肉が出回っていたのは調査という体で数は少ないものの取っていたからなんですね。日本は長年十分に頭数の多い種類のクジラもいるということを主張し続けたのですが、全く認められず、2019年に IWC から脱退。脱退すると捕鯨禁止の制約はないため商業捕鯨を再開しています。そもそも欧米で捕鯨を反対する国が多いのはなぜでしょうか。反対する人たちは次のような理由を挙げています。クジラは知能が高い偉大な動物だから、殺すのは残酷で野蛮な行為だから、クジラは神聖な生き物だから捕まえてはならない、苦痛を与えずに捕獲することができず残酷だ、絶滅するかもしれないから捕まえてはならない、クジラは人間と同じ哺乳類なのだから捕まえるのはかわいそうだ、わざわざクジラを食用にしなくても他に食べるものはある、などです。一方、日本が商業捕鯨を続ける理由の一つは、捕鯨が日本の伝統だからと言われています。日本では江戸時代に捕鯨の方法が確立した後は、大勢の人々が捕鯨を生業とし、加工品などで生計を立ててきました。捕鯨を再開することで、これまで生業としてきた人々の生活を守り、捕鯨文化の伝統を守りたいのです。また、数が増えすぎた種類のクジラを捕鯨することで、生態系のバランスを取るというメリットもあると言われています。現在の日本の状況ですが、IWC が商業捕鯨を禁止して以降、クジラ肉はほとんど食卓に上らなくなっていて、1960年代に年間15万トンを消費していたのが、今は3000トン前後とかなり減少しています。国民1人当たりにすると、その量は年間スプーン2杯分にしかなりません。あまり需要がない状況なのに、なぜ日本は商業捕鯨を復活したのでしょうか。まずは有名な捕鯨地である和歌山県太地町を含め、地域に根付いた捕鯨文化を復活させるためです。また IWC を脱退した後、国会では超党派の議員立法でクジラ類の持続的な利用の確保に関する法律を2019年に成立させています。この条文の中に学校給食での利用の促進という言葉が盛り込まれていて、主に捕鯨の文化や歴史がある地域を中心に盛んにクジラ肉の給食メニューを復活させていく動きがあり、クジラ漁が行われている和歌山や山口、宮城でイベント的に何度か給食のメニューにクジラ肉が再登場しています。さらに近年、クジラ肉の栄養価が再評価されてきていて、良質なタンパク質が豊富で脂質がほとんどないことから、プロのアスリートにも体を絞ったり健康を維持したりするためにクジラ食をプログラムに取り入れる人が増えてきているといいます。まだクジラ肉を食べたことがない人も多いかもしれませんが、今後はまたクジラ肉を食べる機会も増えてくるかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。